真夜中、ふと目を開けて天井の木目をじっと見つめている。さっきまでこんなにはっきりと見えなかったのに、もうすっかり暗闇に目が慣れてしまったらしい。部屋の中はこんなに静かなのに、頭の中はひどく騒がしい。どうしてあんなことを言ってしまったんだろう。昼間に交わしたなんてことのない会話、それがささくれのように心に引っかかっている。それが気になり、触れば触るほどじりじりと痛みが増していく。時計の針が進む音が聞これる。時間は進んでいるはずなのに、意識はもう変えることのできない過去へと引き戻される。目は慣れてきたはずなのに、心は先の見えない暗闇の中にいるようだ。ダメだ。早く寝なければ。明日は会社で大切な会議があるんだ。会議で使うプレゼン資料を、あれで大丈夫だろうか。1日1前後。このチャンネルでは前後を分かりやすくご紹介していきます。前後には私たちの心を整え、日々の暮らしをほんの少し軽くしてくれるヒントが隠されています。皆さんの暮らしにそっと寄り添う言葉が届きますように。1日1前後、心を整える禅の言葉をご紹介します。今日の言葉は幕妄想。私たちの心は休むことなく揺れ動いています。ふとした瞬間に、あの時あんなことを言わなければよかったと過去の失敗を思い出しては後悔の渦に飲み込まれます。あるいはまだ起きていない未来を想像して、もし失敗したらどうしよう、この先自分はどうなるのだろうと不安で心が満たされてしまいます。あなたの心も今揺れていませんか？私たちの揺れ動く心は、今を置いてけぼりにして実体のない妄想の中をさまよっています。そんな心に禅の言葉は静かに、そして深く語りかけます。幕妄想。幕はすることなかれ。妄想は私たちが頭の中で作り出す独り言のようなものです。つまり幕、妄想とは妄想することなかれ、余計な考えにとらわれるなという意味です。禅の世界でいう妄想とは単なる空想のことではありません。私たちの心を今この瞬間から引き離していくすべての思考を指します。私たちの頭の中で際限なく生まれてくる、もしも、あの時、どうせ、でも、これらの小さな思いの種こそが私たちの心を縛りつける正体です。ここで一つ考えてみてください。過去とはかつて存在した今の影に過ぎません。過去をどれだけ悔やんでも過去は1ミリも変わりません。そして未来もまたどこか遠くからやってくるものではありません。未来は今この瞬間をコツコツと積み重ねた先にあるものです。つまり
私たちが触れることができる真実は、今この瞬間だけなのです。禅僧の逸話をご紹介します。中国南宋時代の禅僧無門会海禅師はこのような詩を残しています。春に花あり、秋に月あり、夏に涼風あり、冬に雪あり。もし漢字の心にかかるなくんば、これすなわち人言の孔子説。春には花をめで、秋には月を眺める。夏には涼しい風を感じ、冬には雪を味わう。もし私たちの心に漢字、つまり取るに足らない余計な思い込みや妄想がなければ、一年中いつだって人生は最高の季節なのだと説いています。私たちは目の前の美しい景色を見ている時でさえ、心の片隅で明日の仕事のことを考えていたりします。それでは本当の意味で春の花を見ているとは言えません。妄想の沼から抜け出し、ありのままの世界を五感を使って抱きしめるように味わうこと。それが禅が目指す心の静けさです。そうは言っても、私たちが妄想を手放すことは決して簡単ではありません。頭の中を空にしようとすればするほど、逆に思考は次から次へと湧き上がってくるものです。大切なのは妄想を消すことではなく、妄想している自分に気づくことです。ああ、今私は過去のことを考えて苦しくなっているな。今私は未来を不安がっているな。ただ、そうか、と今の心の揺れを客観的に見つめる。その気づきこそが妄想の鎖をほどくきっかけです。私は思うのです。風が吹けば木々の葉が揺れるのは自然なことです。私たちの心が外からの刺激で揺れ動くのもまた自然なことなのです。そう、心は揺れ動くものなのです。大切なのは揺れないことではありません。揺れた心がいつまでも揺れ動き続けるのではなく、静かにまた元の場所へ戻ってこられることです。あれこれ考えすぎて心が疲れてしまったとき、この幕妄想という言葉を静かな呼吸とともに唱えてみてください。そしてまたこの場所に戻ってきてください。私はいつでもここにいます。あなたの心に静けさを取り戻す時間をご一緒に過ごしましょう。今日の前後とともにあなたの一日が暖かく優しい風に包まれますように。次回もまたご一緒に禅の言葉を味わいましょう。